はい、続いて、ゴール時のチャンネルを深く理解するというところに、移りたいなと思います。ゴールーチンのスケジューラーについて説明します。細かいところはですね、下のブログを見ていただきたいんですけど、ゴールーチンというものはですね、自動でこう切り替わっていきます。複数こうゴールチンがあって、で、こっちのゴールチンからこっちのゴールチンに処理を変えたいという場合はですね、Go のプログラマーがこっちからこっちに処理を変えてくれみたいなことができなくてですね、自動的に Go のランタイムが変えてくれます。その、実行順を管理しているのが、スケジューラーになります。で、ゴールチンを切り替えるタイミングとしては、チャンネルへの読み書き。これはブロックされる場合のみ。システムコール。全てではないですけど、多くのシステムコール。タイムスリープ。メモリの割り当て。あとはランタイム Go スケジュールみたいな名前の関数を明示的に呼び出すと、切り替わる場合があります。毎回絶対切り替わるわけではないです。なので、よくあるのが、ネットワーク通信を行う瞬間に、別のゴール値に切り替わったりとか、そういったことができます。なので、ここにあるように、n プラス1みたいな問題の場合によく、ゴールチンを使って、行うことが多いですと。で、この先ほどのこのゴールチンのスケジューラーの挙動に関連するんですけど、並列度という概念があります。並列度というのは並列に動かせるゴールチンの数になっています。これ並行じゃなくて並列ですね。同時に動かせる数になっています。ランタイム GoMaxProx という関数で設定と取得が可能です。環境変数の GoMaxProx でも設定できます。ランタイム NumCPU で論理 CPU の数が返ってくるんですけど、デフォルトの GoMaxProx の値はですね、このランタイム NumCPU の数と同じになっています。このランタイム NumCPU はですね、つまりコア数ですね。4コアのマシンの場合は4が入っています。で、並列度が1の場合、並列度が1の場合もあり得るんですけど、これは、ゴール値を使うのは無駄なのかというとですね、並列に動かないだけで、ゴール値のスケジューラーは動きます。で、切り替わるタイミングはここで挙げた通り、メモリの書き込み、メモリの割り当てとか、ネットワーク通信とか発生すると、切り替わります。なので、うまく使えば、ゴール値を並列度が1の環境でも有効になりますと。もう今のユーザーにはほとんど影響ないんですが、Google アップエンジンの第一世代は並列度が1だったので、ゴルチン使っても意味がないと思われがちだったんですけど、処理がブロックされるタイミングでうまく並行処理をしてあげるとですね、例えば DB へのアクセスですね、複数の、テーブルの更新、N プラス1みたいな、一つの情報をもとに、ユーザーの情報をもとに N 個のテーブルを更新したい場合には、それぞれのテーブルに対してこう、更新のクエリとかを投げて、で、行うってことができますと。それもネットワークの通信が発生するので、相手方のサーバーの、サーバーからレスポンスが返ってくるまでは、非常に、CPU 暇なので別の処理をやりたいですよね。そういった時に、ゴール値のスケジューラーがカチッと別のゴール値に処理を変えてくれるので、暇な時間を、生まずに CPU を使い切って処理を行ってくれるということができます。チャンネルのクローズ。チャンネルはですね、実はクローズという、組み込み関数を使ってクローズすることができます。基本はクローズは送信側が行うものですと。同じチャンネルはですね、2度閉じることができませんと。なので、閉じるのは必ず送信側に決めておかないと、2度閉じちゃうということがあります。2度閉じようとするとパニックが起きます。で、閉じられたチャンネルに送信ができません。送信側が行わないとですね、受信側が勝手にクローズしちゃうとですね、パニックが起きます。閉じられた、チャンネルに対して受信を行うとですね、0値とフォルスが返ってきます。こっちはパニックが起きませんと。このなんか特徴を使ってですね、クローズを使ったブロードキャストというものができます。これはですね、複数の受信箇所にですね、一気に、閉じたよという情報を、具体的な意味のある情報は伝えられないんですけど、クローズをしたということは伝えられます。
クローズした瞬間に受信場所すべてに対して0値が送られます。なので、何かしら終了したよっていうのをするのに、クローズを使うことがあります。実際は今はですね、コンテキストというものがあって、それの中でチャンネルのクローズを使っているので、一般的にはそのコンテキストを使うのがいいかなと思います。